ナチスによるユダヤ人大量虐殺、ノルマンディー上陸作戦の残骸、毎日流れる音色、NATO による空爆。地球の国全部行く。人間の歴史は戦争の歴史でもあります。世の中から戦争をなくしたい、すべての人々が平和に暮らせればと思っております。私が今まで90カ国に旅行、出張した中で実際に戦争が起きた場所5選をお伝えします。悲惨な映像ばかりでは辛いので、その時に食べた名物料理も合わせて紹介します。ではどうぞ。第二次世界大戦が始まり、ナチスドイツはポーランドを占領しました。1940年から45年まで、ここアウシュビッツ強制収容所では、ヒトラーの命令のもと、ユダヤ人をはじめ合計28の民族、およそ150万人もの人々を殺害しました。ナチスによるユダヤ人大量虐殺のことをホロコーストと呼びます。ヨーロッパ中から集められたユダヤ人が列車に乗せられ、ビルケナウの死の門と呼ばれる入り口に到着します。ここから 2km 先にアウシュビッツがあります。ここがアウシュビッツの正門で、ドイツ語で働けば自由になるという文字が掲げられています。この B の文字が上下逆さまになっており、これは作らされた収容者たちが少しでも抵抗したかったからと言われています。この正門をくぐり、28棟ある赤レンガの囚人棟に連行されます。荷物は没収され、囚人服を着て毎日重労働を課せられました。食事は水、スープ、わずかなパンのみ。トイレは1日2回だけ。寝るときは床に藁を敷いたところか、または3段ベッドでした。外周には二重に有刺鉄線が張られ、380V の高圧電流が常に流されています。脱走はほぼ不可能ですが、土を掘って脱走することもありました。脱走が発覚したときは、残ったユダヤ人たちが連帯責任として処刑されました。実際に銃殺が行われた死の壁です。脱走した人数の10倍の人々がここに立たされ銃殺されました。重労働ができない子供、女性、老人はアウシュビッツに到着後、すぐにガス室に連行されました。ガス室には800人ほどが一度に入ることができ、荷物や服は没収。全裸でガス室に入り、天井の穴からシクロン B という劇薬を投げ入れ、そのガスで20分ほどもがき苦しみ、全員亡くなります。すぐそばに焼却炉があり、遺体はすべて焼かれます。こちらはユダヤ人たちの遺品です。義足、メガネ、カバン、靴など。この大量の靴一つ一つが殺された一人一人なんだと思うと非常に辛かった。わずかに靴の匂いがして見ながら気分が悪くなりました。このような悲劇は二度と繰り返してはならないと強く思いました。ロシアのプーチンには早く戦争をやめてほしいです。さて、気を取り直してポーランド名物料理を紹介します。ジュレックはライ麦発酵液を使った酸味のあるスープ、ソーセージ、じゃがいも、ゆで卵などが入っています。このスープが本当に美味しくて最高。私はよくポーランドに出張に行くのですが、毎食必ずジュレックを頼みます。1日3食、ジュレックを飲むほど大好きです。ポーランドの餃子、ピエロギもうまい。中身はじゃがいも、チーズ、豚肉などいろいろな具材があります。皮がもちもちして激うま。いろいろな具材を豚肉で巻いて煮込んだ料理もうまい。ポーランド発祥のウォッカは食後に飲みましょう。第二次世界大戦中の1944年6月6日、連合軍はイギリスからドーバー海峡を船で渡り、ドイツ占領下のフランス、ノルマンディーに上陸する作戦を実行しました。ノルマンディー上陸作戦は、当日だけで15万人、全体で200万人の連合国軍が上陸したため、人類史上最大規模の上陸作戦と呼ばれています。ドイツ軍の必死の抵抗により、77日間もの激戦の末、ノルマンディー地方はドイツから解放されました。兵士、民間人含めて2万人もの方々が亡くなり、歴史ある美しい町の多くが焼け野原となりました。そのノルマンディー上陸作戦の舞台となった海岸がここアロマンシュ・レーバンです。70年以上経った今では平和なビーチとなっておりますが、なんとびっくり、よく見てください。1945年ノルマンディー上陸作戦で実際に使われた巨大なコンクリート製の箱です。ケーソン
というもので海の上に浮きます。ケーソンが野ざらしに砂浜に置かれています。70年以上経っているので錆びていて苔や藻がたくさんついていますが、今でもこうして残っているのは驚きですね。保管・管理しているのではなく、野ざらしに置かれているという感じ。触ったり中に入ったりできます。こんな雑な感じで良いのでしょうか。連合国軍はこのケーソンを並べて港を作り、戦車や物資を運ぶための道にしたのです。沖の方を見ると当時のケーソンが今でもたくさん残っていました。ノルマンディー上陸作戦の証拠として残しているのでしょう。ビーチのすぐ近くには上陸博物館があり、ノルマンディー上陸作戦の戦略について模型による展示や映画が上映されていて勉強になりました。南東 30km のところにある町カーンには平和記念博物館があります。このカップルの像は15メートルぐらいある巨大な像で圧倒されました。この博物館、名前は平和記念博物館ですが、実際には戦争に関する博物館です。第二次世界大戦に関する映像、展示など、日本やドイツによる被害の残酷な写真や原子爆弾の実験の動画など、よくこれほど集めたなと感心しました。そしてこのような戦争は二度と起こしてはいけないと深く感じました。まずはノルマンディー名物のシードル、リンゴの発泡酒です。日本のシードルはあっさり爽やかな味ですが、本場ノルマンディーのシードルは濃厚で臭みがあるので日本人の口には合わないかもしれません。でも私はこの土臭い濃厚なシードルが大好き。味わい深くて最高です。そば粉のクレープ、ガレットもノルマンディー名物。具材はいろいろ選べますが、チーズとハム、真ん中に半熟卵を乗せたものが最高。とろけたチーズとカリカリ生地のガレットがよく合う。そして飲み物はやっぱりシードル。最高のランチでした。魚をドロドロになるまで煮込んだ濃厚なスープは最高。チーズや特製ソースを入れて味変しながら食べるといくらでも飲めるという感じでした。牛もつのトリッパ、小麦粉のニョッキと煮込んだもの、カーン風の料理ということで最高でした。第二次世界大戦中の1945年8月6日、アメリカ軍は広島に原子爆弾を投下しました。原子爆弾は広島県産業奨励館の上空600メートルで爆発し、広島市民14万人もの人々が犠牲となりました。その後、通称原爆ドームは1996年、平和を訴える記念碑として世界遺産に登録され、いわゆる負の世界遺産の一つとなっております。原爆ドーム近くの平和の時計塔では、原爆が投下された朝8時15分、1分間のチャイムが毎日鳴ります。なんとも言えない悲しげな音色ですね。また2016年、原爆ドームの真横に13階建ての折り鶴タワーがオープン。入場料1700円と高いのですが、最上階に行ってみました。窓がなく吹きさらしで全て木でできている癒される空間といった感じで驚きました。奥まで進み、下を見ると原爆ドームが見えます。原爆ドームを上から見れるのはここだけです。途中の階では体験型ゲームをしたり、折り紙で鶴を折って下に投げ落とすことができます。下見て、うわ怖っ、怖っ、下見たら怖くなっちゃった。一番下の1階まで見える。うーわ、せーの、はい。はい。おー、待ってるね。すごい。鳩じゃねえや、鶴が飛ぶんだ。13階から1階まで滑り台で降りることができて最高です。広島平和記念資料館は2019年にリニューアルしました。私が何十年も前に行った時はケロイドの人間とか写真や展示物はかなりグロい感じでしたが、リニューアル後は美術館といった感じでえぐい展示は取り除かれたようです。それでも被害に遭った方々の写真や手紙など胸に刺さる展示も多いです。広島といえば蕎麦が入ったお好み焼き。2時間並んで食べた8升のお好み焼きは最高でした。
旧ユーゴスラビア、現在はボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボにあるラテン橋。1914年6月28日、ボスニア系セルビア人の青年ガウリロ・プリンチプは橋の下で待ち伏せ、オーストリア国王の皇太子、フランツ・フェルディナント夫妻を狙撃し、射殺しました。プリンチプは母国を支配していたオーストリア王国を恨んでいて、オーストリア国王の皇太子夫妻の暗殺を計画し、実行したのです。この事件に激怒したオーストリア・ハンガリー帝国は、セルビアと戦争を開始、それがきっかけとなり、第一次世界大戦に発展しました。第一次世界大戦のきっかけとなったこの事件をサラエボ事件と言い、橋の近くには博物館があります。小さな博物館ですが、主犯のプリンチプの写真、実際に使った銃、着ていた服などが展示されていて、当時の様子をよく理解することができました。当時、支配されていたオーストリア・ハンガリー帝国の皇太子を暗殺したということで、プリンチプはボスニアの英雄のようです。例えると、伊藤博文を暗殺した韓国のアン・ジュンコンといった感じでしょうか。またこの近くには永遠に消えない平和の炎があり、常に燃え続けております。第二次世界大戦のナチスドイツからの解放を記念し、犠牲者を供養するために作られました。サラエボ中央市場の2階食堂で食べたボスニアの名物料理が最高でした。ボサンスキロナッツです。牛肉、羊肉、野菜をトマトベースで煮込んだボスニア風の肉じゃがです。牛肉、羊肉の油と野菜、トマトベースが相まって最高の味。2回も食べてしまいました。粉末状のコーヒー豆を煮詰めて上澄みを飲む伝統的なボスニア風コーヒーがうまかった。ジェズバという真鍮でできた専用器具を使ってコーヒーを入れるんです。雰囲気があっていいですね。さらにこちらの料理はドルマ、ピーマン、玉ねぎなどの野菜に肉を詰めて煮込んだ料理。ボスニアのビール、サラベジュスカプレミアムとよく合います。1999年3月、NATO はアライドフォース作戦と称して当時のユーゴスラビア、現在はセルビアの首都ベオグラードを空爆しました。当時 NATO の言い分はコソボのアルバニア系住民をユーゴスラビアから守るためというものでした。首都ベオグラードの中心、政府系のビルが多く立ち並ぶクネズ・ミハイロ通り、別名空爆通りを歩いています。日本なら東京の霞が関あたりでしょうか。政府関連の厳かなビルが立ち並ぶ中、異様な光景ですね。ビルが NATO により空爆され、無残に破壊され、傷跡が生々しく残っています。よく見ると対面のよく似たビルも空爆されています。セルビアは NATO に空爆された証拠として今でも空爆されたビルをそのまま残しています。首都の一等地にある2つの大きなビルを修復せずにそのまま無残な姿で残しているというのは NATO に対する無言の反抗でしょうか。私が異常に感じたのは、破壊されたビルを保存して残すというのではなく、ほったらかしでそのままにしているという点です。歩道には簡易な屋根がありますが、そのうち崩壊して通行人に被害が出ないか心配になりました。セルビアの名物料理はこれ。豚肉と野菜をパプリカで煮込んだ料理、ムチュカリツァです。とろけるほど煮込んだ肉は柔らかく、野菜と一緒に食べると最高。生ビールとよく合います。こちらはメシャノメソ、トルコ料理のケバブのようなもので、いろいろな肉のグリルです。セルビアのビールと一緒に食べると激うまでした。ランチの定番はこれ、プレスカビツァ、ハンバーガーのようなもの。白いソースは濃厚クリーム、開幕で肉とよく合います。セルビアの典型的なファーストフードですね。以上、実際に戦争があった場所5選と名物料理を紹介しました。ご視聴ありがとうございました。